僕のルアーの作り方ですけれども、まずは、作りたいルアーの形を、型紙を作っております。その型紙を、バルサ材に、トレースすると。で、切り取って、二つを合わせて、一つのルアーにしていきます。で、中身ですけれども、骨組みとなるワイヤーと、黒く塗っているところに、重りを仕込むようにしています。このガン玉とかタングステンの重りを使っています。骨組みのワイヤーですけれども、これを曲げるのが、とても難しくて、結構苦労します。このような曲がっているワイヤーをまずはまっすぐにして、ラインを結ぶ愛を曲げていくんですけれども、このような感じで曲げていきます。愛の曲げた部分にねじれが出てないか確認するようにしてます。ここの部分にねじれがあると、ルアーがまっすぐ泳がないとかいうことにつながるということですので、注意して曲げてます。こうやって、設計図に合わせながら同一平面上って言いますか、ズレがないように注意して曲げていきます。ですね。平面に置いて浮き上がりがないかを確認しながら曲げていきます。ちょっとズレが出たなって思うときには、曲がり始めの部分をしっかり押さえて、で、微妙に調整していくということをしています。ワイヤーを上から見て一直線になっているか、ズレがないか、特に愛の部分、で、平面に置いたときに浮き上がりがない。片方を押さえるとビヨーンと上がってきたりするようだと、よろしくないということですね。こんな感じになるわけですね。重りをここに入れて、で、挟み込むと。この重りも、もっと近づけるとか、離すとか、によって動きが、変わる。重心が変わるので、動きが変わってくるということですね。ラインを結ぶ愛と、ベリーのフックをつけるところと、テールのフックをつけるところですね。この出たところがやっぱりねじれがあると、まっすぐに泳がなくなるわけですね。このような、ヤスリでこうやって削っていく作業が
一番楽しいです。ヤスリをかけて、どんどん形成していくということになります。形成が済んだらディッピングをしていきます。このセルロースセメントっていうのでやってます。クリップをこう曲げて、こう通してですね、こうつけていく。つけて、上げて、乾燥という風にしてますね。段ボールで作ったものなんですけども、セルロースセメントにつけたものをここに吊るして乾燥させると。またディッピングをすると。で、その時に、今度はこのテールの方にかけて、つけて、乾燥。次は頭にかけてディッピングして乾燥。ディッピングが済んでコーティングができたものにアルミを貼っていくと。アルミもですね、100均で売っているアルミテープを使ってます。最初の型紙をトレースして切り取ると。フェイスの部分には鱗模様をつけたくないので、切り離してます。鱗の模様をつけるときに使うのが、この、長いボルトネジネジの溝を利用して、鱗模様をつけていきます。こういう感じで押し付けて、今こっち向きにやって、今度は反対に直角に交わるような形で、こういう鱗の模様ができるわけです。これを貼り付けると。で、アルミを貼った後にまたディッピングをして、塗装作業に入るという流れでやってます。省略して、駆け足でやってみましたけれども、こういう流れで作っております。アルミを貼ってディッピングが終わったところで、リップを取り付けるところまで来てます。リップですね。こういうサーキットボードっていうんですかね。これをこう切り取って、リップの形に形成してます。こんな形でなるわけですね。これがオーソドックスな角度じゃないかなと思いますね。で、これはちょっと寝かせてみたんですね。フローティングミノをちょっと作ってみたくて、今いろいろ試してます。切れ込みを角度をですね、変えてみたりだとか。で、今このフローティングのこっちはね、すごくボリューム持たせて作ったので、浮くと思ってたんですね。これもちょっと浮くかなと思ったんだけど、微妙な感じですね。こっちはプカプカ浮いてます。リップを仮止めした状態でどんな動きをするか試したいと思います。いいね。引くと泳ぎながら沈んでいく。なかなか機敏な動きをするんじゃないですか、これ。フローティングミノーっていうのを作ってみた。リップをちょっと斜めに寝かせるような感じで浮く形でキラキラキラっていう感じでアピール力もあるんじゃないかな。渋いけど今日はもういいよ。今日はね、自作のミノしか使わない。決めた。全然水がないやん、ここ。
おっと、でっかいのが、おっと、大したサイズではなかった。影はすごく大きく見えたの。これが、昨年使ったルアーです。左の方が、自分で作った自作のルアー。こっち側が、商品として買ったルアーですね。最初の頃はこの定番の D コンタクトとか D コンパクトとかよく使ってました。で、これは、中川ルアーズさんのこの中川ルアーハンドメイドのルアーですね。こういうケースに入っていました。この後は、レイチューンのルアーにちょっと夢中になりまして、レイチューンのルアーをよく使ってました。これギャラクシートラウトのものですけど、もう使いすぎて、岩にぶつけて、リップがなくなってしまってますけども、この、RX48MDF っていう、ちょっと潜っていく、フローティングだけでもちょっと潜っていくっていうタイプのルアーをよく使ってました。これはシンキングタイプのものですね。黒金は本当によく釣れる感じがします。もう塗装が剥げてボロボロになってますけれども。で、こちらが、自分で作ったルアーです。これが記念すべき第1号のルアー。動画にもあげましたけれども、ちょっとこう黄色いラインを入れて鮎に見せたんですけど、鮎っぽくないという、このようなルアー。最初の頃はですね、色流れっていう最終コーティングの過程で塗装した色が流れてしまうというのに結構悩まされたんですけれども、今は色流れせずに比較的思った通りの色が出せるようになってきました。自作のミノです。これはシンキングタイプ。これもシンキングタイプ、沈むタイプですね。沈み方がちょっと違うんですね。で、これもシンキングタイプ。さっきよりはふわっと沈んでいく感じですね。これは微妙なタイプ。お尻だけ浮いてる感じですね。これがフローティングタイプ。これもフローティングタイプ。浮いてきますね。フローティング。こんな感じで、沈むタイプ、浮くタイプと、いろいろ試しながら作っております。今回は塗装の様子など、ちょっと省略しましたけれども、また機会があれば、塗装のことも、やってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。